明大前っていうのは、世界中の人、ハーフィスもここによく寝泊まりしてたしね。黒田も寝泊まりしてたし、なんか勝手に人が来て寝てたね。俺の家なのにね。うん、変わった場所だった。で、ここでチューリップの話が始まるんだけど、全然最初違ったんだよね。なんか、なんだろうな、何にもなかったんだよな。最初ね、チューして子供が生まれるゲームだった。チューしまくったら子供が生まれてキャラバンになって行列ができて、それでなんか王様物語のあの列みたいなブワーできて、これでなんか引っ越すっていう。次の家にどん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 子供が増えるもんだからどん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 でかい家に引っ越すってやって、でも、この企画を、まだ売り込んでる時は全然通らなかったんだよね。うん。あ、そうだそうだ。だから、これで、ここで企画を考えた後ってどうしたかっていうと、ほら、つながりとか切れてるじゃん。どこもかしこも。で、誰に話したらいいのかなってわかんないでしょ。で、ムーンのプロデューサーの鈴木さんに連絡して、で、鈴木さん、なんか、あの、こんな企画あるんですけどって持ち込めないかなって言ったら、なんかね、お寿司をおごってくれてね、その時全然ほとんどご飯も食べれないし、お酒もなんかもう本当に一口ぐらいしか飲めない状態だったけど、なんか、スーさんが、なんかこう、売り込んでみればいいじゃんと。で、あの、やればいいじゃん、みたいな。やろう。そんな気楽なんだと思ったけど、まあ、ほんでそっからね、ちょっとずつ回復してきて、まずはその企画書を作ろう。で、動画とか、ゲームそのものが作れなくても、どんな雰囲気のものがわかるようにアニメを作ろうとかやって、で、それやってる間でも人が入ってきたり出たりとか、なんかして、なんかこう、まとまっていくんだよね。でも企画ってなかなか通らないじゃん。要はいろんなとこ持っていくわけよ。そのお金を出してくれそうなパブリッシャーに、これ、作りたいんですけど、チーム作ってお金が必要なんですけど、どうですかって言うんだけど、まあ、なかなか通らないと。で、その通らない間どうしてるかっていうと、今度は鈴木さんが、いや、お金ないと困るし、仕事してないと復活しないだろうって言われて、ラックオブラブの、なんていうの、その、どっかヘルプでデータやってくんないかって言われて、で、行くわけですよ。で、西さんもね、優しく入れてくれて、で、全然僕、本ちゃんの能力が発揮できるって自信がなかったんで、要はその、なんていうのかな、こう、大丈夫かなと。だってもうずっと倒れてたんだもん。だから同じように作業できるかどうかわからないから、ドリキャスやったことないし、だからどうなのかなと思ったけど、結局はその、僕はその、ラックオブラブのなんていうんだっけな、なんかアリの巣みたいなところと、そのアリの巣から出た後の、緑の、こう、緑々しいマップがあるんだけど、そこら辺を僕が担当して、まあ、企画して作ったんだけど、なんか、それをやってる間も、ずーっとさ、チューリップの企画を考えて、どっか売り込みに行くときに、鈴木さんと一緒に、こう、やるわけよ。それがさ、もう全然さ、通んねえの、企画って。あ、なんか、なんだろう、普通の、例えばこう、大きい会社にいて、スクエアとかにいて、なんか何か企画が始まるっていう時には、その、スクエア自体に予算があるじゃん。で、スクエア自体にチームがあるじゃん。人もいるし、お金もあるし、あとこう、開発してるベースもあるんで、なんかやっぱりこう、あるわけよね、そこに何かが。でも、何か新しい企画を新しいチームでやるっていうパターンって、まあ、ラブデリックのムーンとかもそうだと思うんだけど、人が集まると。で、企画を売り込むと。で、お金ありますと。で、場所を作るみたいな。そのパターンでやるのを人生の早期で経験するって、まあまあレアだと思うんだけど、僕はそうだったんだよね。で、そっちの方がなんか、もうなんかこう普通になってたんで、どっか会社に入ろうみたいな感じは思ってなかったんだけど、なんか企画をとにかく、売り込みに行くっていうのやってて、で、なんだっけな、で、ほとんどもう各自がギブアップしてきて、これ待ってくれてるわけじゃん。どっかの会社にいるけど一緒にやろうって言ってくれてる人とか。もう無理だと。もう待てないから、ギブアップっていう人とか、あと、こう、なんだろうな。ちょっと僕とやりとりしてて、やっぱり木村さんにはついていけませんね、みたいになる人もいたし、で、そうやっときながら、なんかやっとこさ、最後に、話を持っていったのが、ビクターインタラクティブの、牧場物語の
和田プロデューサーで、連絡したんだけど、最初ね、NG だったの。すごい和田さん自体はすごい喜んでくれて、やろうやろう、一緒にやろうと。吉田とかのセリフ書いたんですね、みたいな感じで盛り上がったりとかして、すごいもう、ムーンの人だったらやりたいみたいな雰囲気があったりとかしたんだけど、やっぱり会社ってさ、いろんな人の意見があるから落ちちゃうわけよ。NG って言われて。で、あちゃーと、ダメだったってなって、もうこれが最後の場所だし、もうこんだけ喜んでくれた人がいて、プロデューサーもこんなに喜んでんのに、もうあかんやんってなった時に、なんか、うん、ギブアップしたんだけど、その時の若い時の俺は20でも8歳ぐらいか。あれ、企画、チューリップやってるタイミングが30なのかな。それ30だな。いや、30超えてるね。あれ、31歳ぐらいか32歳ぐらいだと思うんだけど、どっちかな ?30 か。どうなんだろう。で、あの時に長文のメール書いたのよ。で、そのメールがさ、4、5年前にさ、一回パソコンの移動する時とかに昔のメールが出ちゃって、僕読んだの、そのメール。もうむっちゃ失礼で、もう超長いメールで、僕は、もうお話ししてすごい、和田さんがこのゲーム気に入ってくれたって分かったと。でも、これでダメって断られて、なんでかって分かんないし、せめて理由ぐらい言ってよ、みたいな。なんか、それで、あの時話したこういうこととかも、和田さんはすごいいいって言ってくれたじゃないかと。何がダメなんだと。なんかなんかこう、おりゃみたいな、ムラムラ掴むみたいな長いメールで、今読むともう超恥ずかしいんだけど、でももう嫌だったんだろうね、本当に。もう絶対ここで企画通さないとダメだし、和田さんにだったら、そういう文章を投げてもいいかもしれないって思っちゃったんだろうね。良くないと思うけどね、知らない人にあんななんか失礼なやつは。でも、まあ、その時に和田さんが一言、本当に、実は本当にやりたかったんだけど、もう予算が通らない理由は、やっぱりゲームの規模と内容とお金と、そこら辺のバランスだというのよ。じゃあもう一回考え直させてくださいと。その規模感でいうところの予算に合わせて、そういうなんかその当時ハッピーバースデーって呼んでた、チューして子供がたくさん生まれる RPG だったんだけど、その RPG を、やめて、ちょっと趣旨通るようにもっとシンプル化しますと。で、そんでですね、チューリップの企画を考えて、チューして、プレイヤーが成長して、アドベンチャー的に街を冒険して、で、その街っていうのも、新規性が必要なんで、誰も絶対やってないっていうところを狙うから、街は昭和の、70年代とかにさせてくださいと。なんか、今から思えばそれ誰もやってないとこを狙うことが売れることにつながるかどうかっていうとまた別なんだけど、でも、なんだろう、これいけますって言ってシンプルな状態にして、ほぼ今のチューリップに近いような和風の企画を考えるんよ。で、それを、見せて、で、予算ももう激減させた状態で、これでどうすかっつって、もう一回倫理かけますと言ってですね、会議かけてもらって、そんで OK になったの。そんでそこにいて最後ギリギリの人たちがいてギリギリ最後まで粘ってくれてるメインプログラマーだったりとか、違う、あの時ね、メインプログラマーいなくなっちゃったんだよな。サブでやるって言ってた人が残ってくれて、それ1位なんだけど、で、よっしゃ、もうすぐ研究と。で、プレステ研究やってプレステ2ってさ、誰もいじったことないわけだから、やり始めてみたいになったわけですよ。だからその時に頻繁に僕らが集まった場所っていうのは、もちろん千駄ヶ谷の、ラブデリックの人たちの周辺のスタジオとか事務所もそうなんだけど、この明大前の、古き昭和のボロボロアパート。これボロボロアパートだよ。ぶっちゃくちゃボロボロで和風でね、写真見つけようと思ったけど見つからなくてさ。ここに集合してはどうすると。次どうすると。人がいないどうするみたいな話とかして、完全なチームの状態を作り上げるのに準備をしてたんだな。うん。そういう話。そう。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。